どうも、ベトナム在住の浮津です。前回ね、このスーパーカブのコピーバイク、このメインキー一式ね、交換しようと思ってたら、ちょっとカプラーがね、変なことになってたんで、これら対処していきたいと思います。これ、もともとついてた鍵の一式がね、こっちだったんで、それを新しいのに変えようと思ったんですけども、前回言いましたようにね、カプラーのオスメスが逆なんで、この2つでつながってしまう状態なんですよ。で、中の配線のね、配置もおかしいんですけども、まあ何よりね、これの接触不良が起こってると思うんで、この中どうなってるのか、まずは確認していきたいと思います。開いて、位置の確認。切れ目があるところにこの金具が刺さってたんだね。でこれをね、外していくんですよ。割れちゃう可能性高いんだけどもね、割ってでも開けていきます。端子が、これがもうね、錆っていうのかな、青くなってるんで、さあどうするかい。ちょっと今回はもうこれ磨くだけで終わりにしちゃおうかな。案外ね、配線はしっかりしてるんだよね。ここ削ればいいだけだもんね。ちょっと動画的には面白くないんだけども、磨いて終わりにしちゃいましょう。これね、前にシャリーの時だったかな。もともとコピー部品のメインキーがついてて、中のね、このシリンダー、キーシリンダーっていうのかな、これ組み替える時に開けたらね、簡単にパキッと割れちゃったんですよ。でこいつはね、今こんなの使って強引に開けてもね、中が割れなかったんで、そんなに物は悪くないと思うんですよね。だからさっきも言ったようにね、今回はここを磨くだけにします。ちなみに中分解する時ね、この中にベアリングの玉みたいなのが入ってるんでね、これは2つ入ってんのか、それがね飛び出さないように気をつけましょう。今回はその作業しないんでね、前回も言いましたけども、前にこれを分解する作業は、概要欄の方に、以前の動画を貼っておきます。それで今回はもう削るだけ簡単な作業ですね。320番、ちょっと粗すぎる？よいしょ。もうね、これでいいんじゃないのかな。ちょっとパーツリストで掃除するかい。言葉間違えましたね。パーツリストで掃除じゃなくて、パーツクリーナーで掃除です。これでいいんじゃない？で、ゴム、プラスチック、摩耗防止、シリコングリース。普通のグリースよりはね、これの方がいい気がします。これを薄く塗っとくんだ。このセットにもう一回。これでいいでしょう。で、向きを、目の位置を
がこうやね。この位置でつけて終わりもうこんだけですよ。これでいいんじゃない？じゃあ戻していきましょう。もうこれでいいんじゃない？これで車体にね戻していきましょう。もうねあとは取り付けるだけなんですけど、念のためこの状態で確認しましょうか。キーをオンにしてエンジンかかりますね。それでは取り付けちゃいましょう。今ね作業してたらカメラの電源落ちちゃいました。ちょっとそろそろカメラやばいかな。まあまあもうちょっと頑張ってもらわないとね、このカメラさんにも。それでこっち側からやんね。カプラが引っかかる。これが引っかかるんでね、ちょっとこうしておこう。いいんじゃない？はい、通りました。でこいつは位置があるんだ。映ってないけどいっか。これでね、OK。これで繋いだら終了ですよ。念のためもう一回確認しようかな。問題なし。そんで配線を実は奥の方に入れといた方がいいんだろうな。案外ぐしゃぐしゃなんですよね、こいつがね。で、ヘッドライト、こっちの上、こうか。戻せばいいだけ。で、なんかぐしゃぐしゃ。これ配線触った後はね、もう一回いろいろ確認していきます。エンジンかけてウインカー後ろがついてない。それはいいや。ホーンでポジション、これポジションないんだよね。ヘッドライトでロート、はい。ウインカーね、後ろがついてなかったんですよ。まあそれはこれと関係ないはずなんでね、もう動画にしないで直しておきます。なんで今日はもうこれで終わりでいいのかな。そうだね。じゃあ今日はここまでです。それではまた。